よよよよっぴー TV 始まるよ。どうもよっぴー TV のヒロです。最近少しずつうちの設備が上がってきてるんですけど、今日はあるものが届きました。今から持っていきたいと思います。よし、これね。映ってないよどうしよう。どうしよう。こちら防湿庫です。やっぱりカメラとかレンズとか使ってると湿気が大敵っていうことでカビを生えさせちゃいけないっていうことで、すごいもうカビが生えたら修理代で何万ってかかるらしくて、湿気対策ということで、こちらの防湿庫を、今回手に入れました。で防湿庫もやっぱりいろんなメーカーとか、いろんな商品があって、でその中からなんでこれを選んだのかっていう、こともお話ししていこうと思うんですけど、こちらの防湿庫は東洋リビングさんの、オートクリーンドライっていう、防湿庫になります。でこれをなんでこれにしたのかっていうことも話していくんですけど、先に、こちらを開けたいと思います。When I first saw her, a black cat buzzed my trail. Bad news and high heels made me go off the rails. But one look at her, she's oh so fine. I know I've got to make her mine. She's just my kind, can't get her off my mind. She's my kind of woman, I need a soul.Yeah, my kind of woman, I can't let her go. ということでこちらのはい。東洋リビングさんのこれは防湿庫で、はい。 ED55CAT っていうはい。商品なんですけど、55っていうのが大体数字で、容量でいうと53リットル。おー。なんでそこの数字が出るのかわかんないけど、これ53リットルぐらいの容量が入るって言われてる防湿庫です。はい。でなんでこれを選んだかについて、話していこうと思うんですけど、まずカメラとレンズって、本当に高価なものじゃないですか。そうだね。だからすごく丁寧に扱わなきゃいけないんだけど、その中でも気をつけなきゃいけないのが、カビなのね。でカビってレンズとか、カメラのセンサーとか、一回カビが生えちゃったら、修理出すのに数万かかるんだって。23万とか、でその修理出しても完全にはもうカビをゼロにはできないんだって。そうでそこに修理に3万かけるんだったら、まあこれ大体3万ぐらいなんだけど、まあそれぐらいの防湿庫を用意してカビ対策をした方がいいじゃん。これからいろんな機材使ってってさ、なんか仮に1個でもカビ生えたらもうこれと同じような値段になっちゃうわけだし、そうだね。で修理したってカビがゼロにはならないわけだったら、湿気対策をした方がいいなと思って、防湿庫を、今回購入したんですけど、この前からもともとカメラ買った時点で、ちっちゃい箱みたいな、そうだね。今持ってこうかな、こういうね、箱みたいな、ドライボックスって言うんだけど、多分一番安く済ませるならこれ。そうだね。でこれを使ったんですけど、大体もうカメラ1台レンズ2個入れてもう他に入んないかなっていうぐらいの。結構パンパンだったね。そうでも途中からもう蓋が閉まらなくなってきちゃってなんかちゃんと乾燥できなそうなね。そうでただこれでもよくて、これはこの裏の蓋にここに乾燥剤が入ってるのね。でこれに防カビ剤っていうのを入れてあって、で大体半年は持つんじゃないかなこれで。結構持つよね。そう結構持つの。だからこれでもいいんだけど、これだとちっちゃくなりすぎて。そうだね。でこれを買い足していくならまあこっちっていう判断をしたんだけど、その理由もあって、これってさ、まあ要するに防湿庫って、電源さえつないじゃえばもうあともう放置でいいの。
電源さえつないじゃえばあともう何も気にせずこれにしまっとけばいいわけね、うんでもこれだったらいつ防湿剤いつ乾燥剤が切れるかとか、確かにあと防カビ剤は、いつ入れていつまでぐらい目安だっけなみたいな、常に管理してないと、切れてて忘れてたら、レンズにカビ生えてたとか嫌じゃん。やだね、気づいたら生えてるみたいな。でもさよくさ、なんか衣装ケースとかさ、タンスとかに入れた防虫剤ってさいちいち覚えてないでしょ、いつ入れたかとか。そうだね。気づいたらもうなんか殻とかさ湿気の水だけになってるとかあるじゃん。でそう考えた時に、常に気にしてるわけにもいかないから、っていう弱さがちょっとここにはやっぱあるわけ。ただ一番安く済ませようと思ったら、どんな防湿服買うよりもこれが一番確かにね。数年使ってもこっちの方が安い。持ち運びもねできるしね。そうどっか持ってくった時にこのまま持っていけるじゃん、車で移動とかこれで、そうだからそういう意味でそういう使い方しようと思うんだけど、今回防湿庫をこれにして、で他にも防湿庫って種類があるわけ、これは乾燥剤式なのね。で乾燥剤式はもう一回買っちゃえばっていうか、防湿庫はもう半永久的に使えるんだって。そうでチェルト式は寿命が10年くらいって言われて、10年でも長いけどね。そうでその機材ってさ当然変わっていくじゃん、10年後にカメラ使ってるかも分かんないし、人によってはね、10年後絶対機材が増えてる可能性があると思うんで、いろんな人、そうなった時にもっと大きいのに買い替えればいいから、別に寿命が10年でもいいとは思うんだよ、そうただその乾燥剤式は半永久的っていうのと、あとやっぱりブランドかな。ブランドね。そう防湿庫メーカーで有名なのがこの東洋リビングさんと、あと、トーリハンっていうブランドが有名で、実際僕もこの2つで迷ったんだけど、他のブランドはね防湿機能はついてるんだけど、防カビ機能はついてないの。そうなんだ。そうだからこれで言うとこの乾燥剤は入ってるけど、この防カビ剤は入ってないっていう防湿庫が多いの。そうだけどこのトーリハンこれはそういうこの東洋リビングの、防湿庫と、トーリハンっていう会社の防湿庫は、湿気を吸うだけじゃなくてこの防カビ剤の役割も果たすわけ。すごいね。そしたら楽じゃん。そうだね。でそのチェルト式はもう大体もう湿気を取るだけでその防カビ機能ついてないのね。でじゃあその別に防カビ剤を入れるってなるじゃん、それも十分本当にいいんだけど、さっきも言ったけどそのいつ期限切れたかなとかも覚えてるわけじゃないじゃん、っていうのと、仮にね10年後、10年持つかも分かんないけど、じゃあ機能がしなくなった時に、自分じゃ機能しなくなったって気づけないと思うの。そうだね。ここにね、カビ生えてからやっと気づくみたいな。そうでここに湿度計がついてんだけど、これを毎回見てれば気づくとは思うんだよね。ただその数何年後に毎回見てるわけでもないし、で気づいた時にはもう湿度が防湿機能が効いてなくて防カビ剤も切れてたったら結局この中に入れててカビちゃうわけじゃん。でそこに気づかなかった時とか、そういう安心面も含めて、あとはやっぱりその会社がどんだけその防湿庫にかけているかみたいなところちょっと気になっちゃったの俺、でそうなった時はホームページを見るのよ俺、ホームページを見たらトーリハンの方はもううちは防湿庫しか作ってないみたいな会社なの。防湿庫だけで生きてる会社のトーリハンってすごいでしょ。そんなの、その防湿庫しか作ってないで生きてってる会社が適当な商品を作るわけないじゃん。確かに。だからすごいいいなと思ったし、その企業理念みたいな感じでうちはリーディングカンパニー、防湿庫のリーディングカンパニーとしてやってますみたいな、そういうもう要するに防湿庫業界を引っ張ってってるってことなんだけど、ですごい俺も通り班にすごいいいなと思ってたの、でなんならもうそれにしようかなとも思ったし、あと東洋リビングの方はもううちは防湿庫のパイオニアだと。パイオニアもう先駆者ってこと。一番乗りした人みたいな感じ、その業界に、で品物には製品には絶対の自信がありますって、ホームページに書いたんだよ。もうそれですごい戦いだなと思ってでその2つで本当に迷ってたの、で他のブランドとかも安くあるの本当に中国製だったら1万円とか同じぐらいのサイズで1万数千円であるんだけど、それやっぱり防カビ機能っていうのとどこまでその防湿庫っていうものに対しての本気さがあるかっていうところで、
東洋リビングと通り班の2択にしたの。うんで多少の機能の違いはあるのね、この2つでも本当に細かな違いがあるんだけど、じゃあなんでこっちにしたかって言ったらはっきり言って見た目、見た目ね。見た目うん、見た目も大事だからね。多分ねそこで2つで迷った人は、最終的な決断は見た目になると思う。あー確でかに。ねうん通り班はちょっとねデザインがね俺の印象で、うんちょっとパリピっぽい感あーだからなんかちょっと光ってるってそういうか。光ってちょっとね青い絨毯みたいなそう感じそう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 。だからなんかうん。かでかっこいいけど。そうかっこいいし、私たちの家にはっていうね。そうそこなのそこなの。別にパリピの人も好きだし面白いし、うん。全然いいんだけどうちの家に合うかどうかっていうところで、そうだねちょっとパリピっぽいデザインはちょっとうちに合わないなと思って、うん。こっちにしたの。そうだね。だから、はい通り班と東洋リビングで迷うと思うんだけどいいの選ぼうとしたらね、あとそうなるんだけどその2つの差は細かい差はあるんだけどはっきり言って見た目、見た目になると思います。はい。はい、ということでうちは通り班と東洋リビングっていう2択で東洋リビングを選びました。はい。ちょっとこっちの方がシックっていうかね、そうだね。そんな通り班と比べたらそういうデザインなので、うん。ただね白っぽいデザインもあったの東洋リビング、ただね白っぽいのはなんかもう冷蔵庫みたいだったの。そうだからそうだね。色的には白もいいけど。白か黒しかなくて、なんかもっとなんかベージュとか、なんかちょっと茶色っぽい色とか、そうだね。そういうなんかこういうドアの色とかね。そう見た目木っぽいとか、そういうデザインはないのかなって思うんだけど、それ無理なのかな。まあでもね、とりあえず選択肢の中ではこれを選びました。であとはサイズが結構いっぱいあるの。で防湿庫はちょっと大きめを買っといた方が絶対いいって言われてるのね。それなんでかっていうとずっと使うわけじゃん。で当然機材が増えるわけ、絶対増えるわけ。大体もう一眼レフ、レンズってなったら、カメラもね多少は増えるだろうし、レンズはもう絶対増えていくわけ。そうだね。だからちょっと大きめを買おうっていうことで、うちはもう最初これですからスタートがこれだからだいぶ大きめを買ったと思う。確かに。でこれが大体55っていうサイズ、53リットル入るのかな。それで大きめを買おうってなんだけど、じゃあもっと大きいの買っちゃえばいいじゃん、もっとすごい大きいの買っちゃえばいいじゃんってなるんだけど、それはやっぱりその部屋の大きさとか、置く場所とかの関係もあるし、あとはその大きいの買いすぎるとこうなんか絶対ね開けてなんかあれうちカメラレンズ少ないなみたいなもっと入れていいんじゃないのみたいな感じで無駄に買っちゃうとかね、余計なもの入っちゃったり、ただ余計なもの入っちゃうっていうけど、この防湿庫って別にカメラレンズだけじゃなくていいのね。そうなんだ。湿気に弱いものを入れといていいの。もうアーモンドくるみとかも入れていいの。いいじゃん。いいでしょ。よく食べるからさ、そういうの入れて。ダメじゃないの。別に入れといて湿気がカビないしねこれ。ということでうちは防湿庫をこれにしました。はい。だからまとめると、防湿庫を選ぶ上で、いいのが欲しかったらもう東洋リビングと通り班の2択。もうこの2つは防カビ機能もついてるから、ただ安く済ませんならそこから下もいっぱいあるし、これも全然悪くはない。ただごめん一つ言わせたんだけど、湿度って低すぎてもダメなんだって、カメラとかレンズって。そうなんだ。製品にさゴムとかさ、そういう消耗品があるじゃん。それが湿度が低すぎると早く劣化しちゃうので、防湿庫のいいところは一定に保ってくれるの。下げるだけじゃないの、一定に保ってくれるのね。40度って設定したら40度が一番いいらしいんだけど、40度にずっと設定してくれるの。やっぱそういう機能はないじゃん。そうだね。っていう意味でも本当に物を大切に使いたいからこっちにしました。で防湿庫で東洋リビングと通り班の選ぶ際は見た目ということで、ということで防湿庫をまだ買ってない人が多分見てくれてると思うので、この意見を参考にしてみてください。ということでよっぴー TV でした。こちらソファー座ると顔が映ってない。